皆さんこんにちはこんばんは、ゆっくりレ夢ムです。今回の解説動画の題名は、日本人は宇宙人の子孫説、T の一族とその血統の謎に迫る、という題名で進行していきます。まず日本は大日本帝国及び、世界に広がり、分布する人間の一種です。日本自体は大日本帝国という正式名称があります。文字通り、最後の帝国です。大日本帝国憲法があり、大日本帝国憲法を守らないとほとんどが死刑が執行されます。アメリカなど多くの国々が死刑を廃止し、終身刑を導入する一方で日本は死刑は廃止にせず、終身刑も導入している国です。そんな日本人ですが霊力もあり、並ならぬ神通力を持っています。日本は一応、神様の子孫なので持っていると考えていてましたが、どうやら最近の研究で宇宙人グレイの子孫説が浮上しました。宇宙人グレイの子孫説は、日本人は欧米人系や中国人系と違い、平均の身長が173センチメートルから159センチメートルだと考えられてなおかつ、霊力や神通力を持っており、技術力も宇宙人並みに高く、発展が非常に早かったことなどが挙げられており、そんな日本人ですが、最近の日本人の遺伝子に他の東アジア系の人類とはっきり違いがわかる新しい遺伝子が発見されました。これで北京原人から朝鮮半島を渡って変異して進化した説は濃厚の説ではなくなりました。さらに研究を進むと明らかにハプログループや Y 染色体が他の東アジア系人類と違うのです。したがって日本人の親戚の人類は中国人でもない、朝鮮人でもない、全く別の人類として進化した可能性があります。日本人は狭い島国ゆえにみんな親戚なのです。宗教を否定するわけではありませんが、科学的に見てもアマテラス、ツクヨミ、スサノオで知られるミキシンを先祖に持つ可能性があります。しかし、これらは神様ではなく、日本人自身が神様として崇め祀った存在であり、れっきとした神様の先祖の可能性があります。ミトコンドリア、母方の遺伝子を研究してみた結果、T が多いという結論に達した。日本人のミトコンドリアイブという先祖にあたります。日本人のハプログループ、ミトコンドリアは D4。中国人や朝鮮人は D5、D6 に所属していて、同じハプログループミトコンドリア M を先祖に持つ。日本人の Y 染色体は D1A2 に所属し、中国人や朝鮮人は D1A に所属していて、遠い親戚ということしかわからない。と、すると近い親戚ではないことなる。しかし、ハプログループ Y 染色体 D1 が日本人ならすでにアジアではなく、中国人や朝鮮人よりも先にアフリカで誕生していたのだ。しかし、この説は同じ極東の国々で否定されている。中国人、台湾人、香港人、北朝鮮人、南朝鮮人、そして親日であるパラオ共和国まで否定してるんだよな。まあ、同じモンゴロイドとして進化した中国や朝鮮からしてみれば、同一アフリカ出生論はただの陰謀論でしかないからな。ただ卑弥呼など、現在の日本人の歴史は中国三国時代国の書物などから歴史を知ることはできるが、これを中華思想と言って最近、否定されてきたんだ。とすると、日本が弥生人には、中国人が飛鳥時代には、朝鮮人が渡来してきたと考えられているのだぜ。さて前置きが長くなったが、やっと本題だ。そもそも、日本人が宇宙人グレイの子孫と呼ばれるようになったのは、太平洋戦争時代の話だ。昔から日本の技術力はすごくて現在でも世界初のレールガンやハイスペックなステルス戦闘機。特に日本は島国だから、イギリスと同じく海軍や海上自衛隊、海上保安庁などの組織がちゃんと区分されていることなどが挙げられている。海上自衛隊は正規兵じゃないのね。霊夢の言う通り、海上自衛隊は正規兵じゃないぞ。
ただ海軍庁と海上保安庁の間に位置するのが海上自衛隊と考えた方が良いな。さもないと、現在の海軍が再編成されてるのにもかかわらず、実戦に投入されていないのは、現在の海軍や海軍残党軍は海上自衛隊を見張る義務があるからだぜ。話を戻して、日本はそれだけ当時のアメリカに恐れられていたんだぜ。まあ、日本は日本で武士道があったからな。たくさん自殺する日本人もいたわけだ。特に沖縄県が戦時中、最も自殺者が多いぞ。多分だがな。まあそれでアメリカも士気が下がり、になる兵士もいたようで戦争を早めに終わらせたいからとマンハッタン計画で進められたリトルボーイを広島に落としたわけだが、偶然にも長崎にも落下したと同じぐらいにアメリカ大統領がチャールズからルーズベルト大統領に代わって日本は帝国を危うく解体されるところだったぜ。まあ、要するに戦時中に発見された宇宙人の DNA と日本人の DNA がほぼ一緒だったことからアメリカはなおさら、当時、恐怖を覚えただろう。で、日本に対してアメリカの自衛気球が何か隠しているというのが日本人の若者のロマンを逆に火で油を注ぐ形となって爆発した。特に最近登場した新説というのが人類はみんな日本人起源説というもの。この新説は日本のみ広がり、しかも大日本帝国から研究をアメリカから取得されて進められなかったとされている説が日本の若者に復活したというわけだ。しかも世界の人類はみんな、日本人起源説であるならば、今の遺伝子情報もすべて覆るイコール世界がひっくり返るほどの衝撃を与えることになる。つまり、ヒトラーが言った東アーリア人でもあるし、ナチスドイツから差別され迫害を受けたユダヤ人もみんな、先祖を日本人に持つことになる。そうなるともはや、第二次世界大戦が遺伝子が親戚同士で戦っていたことになってしまい、もはや、何のための戦争だったのかは少なくともわからなくなるだろうな。そして今回の題名の日本人宇宙人説のもう一つの根拠がメソポタミア文明のシュメール人だ。正しくはシュメール人の日本人の怖いというほど文化も文字もほぼそっくりだったぜ。おまけにシュメール人は目が大きく、髪の毛も黒色で人種的にもモンゴロイドで肌色も日本人が日焼けして褐色肌になったような姿だった可能性は高いというぜ。もちろん、今の韓国の人たちも目が大きいんだが、韓国は美容と整形の文化があるから、日本人の遺伝子を持っている韓国人はごくわずかしかいない中で、日本人と似ている姿になれるのは、整形のおかげもあるかもしれないがな。ちなみにシュメール人の文献の中にはアヌンナキという宇宙人かなんかが記載されているのだがこれがもし日本人ならば必然的に日本人は宇宙人の子孫ということになる。アヌンナキはどういった存在なのかというとシュメール人は神と表しているが近年科学的に考察した日本人では宇宙人説を推すようになった。終末核戦争説が囁かれているのもこれが原因である。じゃあ、最後の根拠だ。日本の南東にムー大陸という伝説の大陸があった。またハワイはアメリカの属州だが、先住民の人種的にはモンゴロイドでハワイの伝説に日本人が我々の起源と主張している。ハワイはムー大陸で言うと北東の位置にあった。これが何を意味するのか？またイースター島の人もモアイ像を作れるのは日本人だけと主張している。さらに親日国のパラオ共和国も日本人の子孫説を主張している。さらにグリーンランドの多くの人たちがモンゴロイドだから日本人子孫説がネイティブアメリカンといってニグロイドの先住民もいたがモンゴロイドもいたようだ。もしムー大陸が日本人が多く住む大陸だったはず。だが好戦的な日本人。当然、同士討ちがあったはずだ。
核戦争で今は跡形もないならなぜ大陸の痕跡はないのか、そしてなぜムー大陸は滅ぼさないといけなかったのか。ウプ主派学者じゃないから、これしか言えないが今、痕跡がないのなら、日本人の中には何か重要な封印された記憶がある可能性が高い。特に両軍が大規模艦隊戦、ルーム戦役を行った際度後は被害が凄まじく、宇宙世紀110年のフロンティア計画まで放棄される。この惑星には人類はいるのか、そしてその人類は日本人かもしれない。だが確証は得られていない。あくまでも可能性の一つに過ぎないがな。だが今の日本では少子高齢化が進んでいる。まあどこの国でも少子高齢化は問題になっているが、日本だけは逸脱して人口が多く減っている。もし、日本が滅亡寸前ならば、それは終末核戦争の予兆である。今回は日本人が宇宙人の子孫説を題名として取り上げたけどどうだったかな。本当に最近、日本で取り上げられている情報だぜ。実は日本ではこういうものは結構、流行するのよ。しかもだんだんと日本人自身が神に近い存在なのだからいずれにせよキリスト教でもイスラム教でも日本人自身が鍵を担うのは確かなことね。宗教を否定するわけではないがそうだな。ウプ主も日本で宗教は神道だから、古事記や日本書紀を読み漁っていたから、キリスト教の人たちは新約聖書を、イスラム教の人たちはコーランをもう一度、読んでみて考えよう。そうだ。レイム、お前は巫女で神道職だから今度、海外の人にもわかりやすく、古事記や日本書紀を解説してやれ。そうね。まずは神道を学ぶ前に必ずやっておくことがあるから、それを次の解説動画で同時にさせてもらうけどね。神道はキリスト教やイスラム教と違って神様が一人じゃないから。そういえば、キリスト教はイエス・キリストとイスラム教はアッラーしか真の神様はいないんだがどうしてなのかな？よければコメントを。次回の動画でもゆっくりしていってね。